横田太平28です。服の販売してます。ギャルソンとルイスレザーのこのコートに、同じくギャルソンのプリウスの防体ブラウスと、ギャルソンのスカートで、ギャルソンガールのジョージ・コックスのメリー・ジェンで、女の子っぽく生きつつもレザーで壊したのが、ポイントだったりします。1点着たいアイテムを決めて、そのアイテムを生かすスタイルか思いっきり壊したスタイルをするようにしてます。コム・デ・ギャルソンですね。見ても楽しいし着ても楽しい。好きな系統の服は、クラシックなジャケットとかスーツとかを壊したスタイルとかがすごい好きですね。破れたジャケットだったりとか、インサイドアウトのなんかセットアップとか、ああいうのがすごい好きです。きっかけはなんか中学の時にプライベートで先輩と集まる機会があって、そこで初めて先輩の私服を目にするわけじゃないですか。服に気をつかなきゃなっていうので、そこで雑誌を読み始めて面白くなったのがきっかけですね。ちょうど2014年前ぐらいなんですけど、メンズファッションに新しい刺激に飢えてた時期だったんですよ、すごく。でたまたま手に取った「What's Ever」っていう雑誌でオンブリスの特集がやってて、そこでうわーってなって、そこから火がついたのがきっかけですね。コム・デ・ギャルソンの青山店ですね。青山でしか買えない、そのコム・デ・ギャルソンのラインだったりとか、あとポール・ハーデンだったり、あとダーク・バン・セーヌだったり、あとサラ・ランジだったり、結構インポートブランドもあったりして、空間も含めて結構トータルで楽しめるお店かなと思います。ギャルソンのウォレットで旧字ロゴっていう2つ折りの財布ですね。割と結構モノトーンな格好するんで、差し色にいいかなと思って使ってます。コム・デ・ギャルソンの京都っていう香水なんですけれども、その名の通り京都の寺をイメージした香水で、最初から最後までちょっとあまり癖になりすぎず、ちょっとなんか受け入れやすいすごいウッドの匂いで気に入ってます。意外と根本は変わってなくて、ただ本当に着たいものを着るっていうので突っ走ってますね。東京に来ていろんな服も見れるようになったんで、着る服とかはすごい変わりましたけど、あくまで根っこの着たい服を着るっていうのは全然変わらないですね。2つあるんですけど、まずこのルイスレザーとこのギャルソンのこのコートですね。初めてのレザーっていうのと、あと社会人1年目の時に、自分最初スーツからスタートして、その時に買ったクロケット&ジョーンズの革靴ですね。でちょっとすごい無知だったんで本当に何でしょう、1年でダメにしちゃったんですけど、結構雨の日に履いちゃダメだったりとか、ああいうグッドイヤーの靴はこれぐらい馴染むんだっていうとか、革のコンディションだったりとか、結構いろんなものが知れて、すごいいい経験の失敗だったなっていう靴でしたね。タイですね。ネクタイとかボウタイとか小物一つであんだけ印象が変わるのはちょっとすごいというか、面白いかなと思ってます。スーツにちょっともう一回チャレンジしてみたくて、革靴のジョージ・クレバリーっていうイギリスの革靴を買ったんですよ。そこをちょっと今、注目してるというか再注目してますね。原宿のガリカっていうサロンを通ってます。なんですけれども、学生時代にファストファッションでアルバイトしてて、でその時に偶然路面店の店長をしてた人が入ってきて、でその人からいろいろ服のいろはだったりとか、そういうのをいろいろ教えていただいて、その人が結構自分の中で影響力のあった人かなって思います。動画編集です。落合正勝さんって方の「男の服装術」っていう本がすごく好きで、スーツの着こなしだったりとか、あと靴の紐の結び方だったりとか、ネクタイの感方法、結構細かいことまでぎっしり書いてあって、スーツを着る上での一つの土台みたいなのができて、すごい印象あるというか良かった本です。おすすめの曲、トラブリューのロードス、カラオケで歌うとちょっといい感じに歌えます。老後もちょっとコム・デ・ギャルソンを着てたいですね。で YouTube とかで発信して収益ももらって、でちょっとのんびり好きなことやりながら老後も田舎とかで暮らしたいですね。
キムチ鍋とぶり大根です。 YouTube でちょっと私物のコム・デ・ギャルソンをちょっと紹介してます。横チルドレンっていうチャンネル名やってますので、よければ皆さん見てみてください。